前回もちょっとやりましたけども、今日は特に、目のレッスンをしたいと思います。まあ普通は目のレッスンというと上見たり下見たり目をぐるぐる回したりということなんですけども、ちょっとこれ見てもらえますかね。この間も話しましたけども、これが眼下目の穴っていうんですかね。その中に眼球が収まってるわけですね。でそれが正確には球じゃないんですけども、大体丸い形をしてて、それが上見たり下見たり回転したり横見たり、それから実際こういう回転もできるんですね。だから物を見てて片っぽの目だけをこういうふうにぐるっと傾けることもできるんです。ただ普通はやんないんですけど、あまり必要ないんで。同じようにちなみにボールがあったとしますね。でこれに目の一番見る表側がついてるとすると、ここを例えば、目を上を見るとしますよね。そうすると裏側は下の方を向くわけですね。で目が下を向くと裏側は上を向くわけですね。で当然、右向けば裏側は左向けば裏側は右向くと。尻尾と頭の関係にずっとなってるわけです。で普段我々が意識できるのは大体目の前なんですよね。でもそれだけじゃなくって目の裏側をもう少し意識してみましょう。そうするともう眠たい？だって目の裏側目なんか意識したことない。斜め上向ける。ところがこれからレッスンでやると分かりますけども、その目の位置と体っていうのはとても密接な関係があるんですね。少し上向いてみましょう。目だけですね。でまた正面に戻して何回か繰り返しながら。で上を見るときには大体目の前側が上を向いてるわけですね。今言ったように今度その同じように上を向くときに見るときに目の裏側が下に下がることを意識してあるいは感じ取ることができますか？別に無理に感じ取れなくてもいいですから、そういう意識を払ってみてください。注意を払ってみてください。でやめて休みましょう。じゃあ今度は、少し右を見てみてください。眼球だけで、頭じゃないです。でまた真ん中に戻して、で何回かやってみましょう。右を見て
真ん中に戻して、でこれ同じように眼球の裏側が逆に左の方へ向くことを意識してみましょう。私も最初目のレッスンを受けた時に本当にイライラしましたね。なんか変な感じなんですね。で目の動きゆっくりできますからね。はい、十分に休みましょう。ゆっくりと上側の足、天井側に近い方の足をですね、少し、床から持ち上げてみてください。で下ろして、それを何回か繰り返してみましょう。でその時に自分の眼球がどっちかに動くかどうかちょっと感じ取ってみてください。床に近い方へ向くか、あるいは天井の方を向くか、自分で感じ取ってみてください。感じ取ったら休んでください。で休んで、今度は、今自分が、眼球が動いたなと思う方向の反対側に意識的に眼球を持ち上げながら足を持ち上げてください。で下ろして、でそれをした時に足の持ち上げ方が楽になるか、それとも辛くなるか、ちょっと感じ取ってみてください。じゃあそれが感じ取れたら、今度は、最初にやったように自然に目が行く方向、逆の方向に目を向けてください。そうした時に足が楽に持ち上がるかどうか。はい、自分でしゃ休みましょう。で今度はゆっくり、頭を、枕から少し持ち上げてみてください。ちょっと待ってください。その前に、上側の天井側の手をお尻のあたりに乗っけといて、そうするとその腕を少し伸ばしていくと楽に頭が持ち上がりますから。でまた下ろして、それを何回かやりましょう。これはやりながら同じように目がどっちを向くか注意を払ってください。床の方を向くのか、天井の方を向くのか。腕の力できるだけ抜いて、で目をじゃあ逆にの方に向かしてみてください。その時に頭が楽に持ち上がるかどうか。じゃあまた最初のように自然な方向に目を動かしてください。十分でしょう。休みましょう。
この状態で、また同じことを繰り返してみます。まず、ゆっくり上側の足を床から持ち上げて下ろしてみます。上の足？天井側の足です。で、今ねじれてますから、膝から下がどこが最初に持ち上がるか、それに注意を払ってみましょう。膝のあたりが先に上がるのか、それとも、足のくるぶしのあたりが先に持ち上がるのか、それをしながらまた今度は目に注意を払います。目はどちらの方向に回転しますかね。一回休みましょう。好きな格好で。少しねじれた格好なんできついかもしれないですね。じゃあまた同じ姿勢に戻ってください。足も同じ格好にして。そうです。じゃあもう一回、足を持ち上げてみましょう。で下ろして繰り返して、で目を今度は自然に動いた方向の逆の方向を向けてみましょう。できるだけ頭を持ち上げないように、目だけです。頭を持ち上げると楽なのが分かります。その通りです。じゃあ自然な方向に目を向けてください。はい、休みましょう。足は大丈夫ですか？骨盤は大丈夫ですか？ねじれてますけど。じゃあもう一回同じ姿勢に戻りましょう。で今度は、頭を持ち上げてみます。で下ろして、繰り返します。足もで床についている腰のあたりが頭を持ち上げたときに床に近づきますかね。ここが、はい、頭持ち上げて、はい、下ろして、そう。足はできるだけ下ろしたままにしてみましょう。そうです。そうです。そうですね。わかります？そうですね。はい。で目の回転の方向はどっちでしょう？で意識的に逆の方向に目を回してみましょう。じゃあ今度自然な方向に目を回してみましょう。頭は楽に持ち上がりますかね、その方が。じゃあ休みましょう。
それで天井側の足を少し持ち上げてみましょう。で下ろして。天井側こっち全然持ち上げてない多分ね、これを少し曲げてこんな格好にするとどうでしょう。上がる。びっくりしたよ、私今。天井の上だもん。なるほど。同じように目がどっちを向くかに注意を払いましょう。で、どっちに向くか自分で気がついたら逆の方向に目を回してみましょう。そしたら自然の方向に目を回してみましょう。自分で知らせましょう。どうですか、少しずつ目の動きと足や頭の動きが分かってきました。じゃあまたもう一回同じ姿勢、天井側の足が前ですね。で今度は頭を持ち上げます。で下ろします。足はできるだけ置いといたままにしました。そうです。で目の自然に回る方向を感じ取ってみてください。じゃあ目を逆方向に意図的に回してみましょう。じゃあ目をまた自然な方向に回してみましょう。やっぱり頭が上がりやすくなるの分かります？はい、十分でしょう。休みましょう。今度は、さっきねじれた姿勢を取りましたけども、両足は重ねてください。で少し曲げて、ですから一番その骨盤と足の間でねじれのない姿勢ですね。そしたらば、天井側の足を少し持ち上げて小さな円を描いてください。でどこに円を描くか自分で決めてください。どこでもいいです。もっとゆっくり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 もっともっとゆっくりやらないとこれから目の動きを感じ取ってほしいんですよ。その円を描きながら目がどうやって回転するか。疲れたらすぐ下ろしてでまたやってみましょう。そんな繰り返しです。じゃあ膝で円を描くことを考えてみましょう。そうです。でその時に、眼球がどんな動きをするか。はい、休みましょう。今度はまた同じように足を持ち上げて、反対方向に回してください。その時に眼球がまたどんな方向に動くか。
なかなか眼球が回転する方向っていうのは分かりにくいんですけども、いいですね。はい、十分でしょう。休みましょう。一旦お抜けになりましょうか。じゃあもう一回持ち上げて、頭をで逆方向に回転してみましょう。逆。うん。ゆっくりゆっくり。すぐ休み入れてくださいね。でまたやってみましょう。はい、十分でしょう。休みましょう。そしたらまた目で上の方を見て、また中央に戻して、どうですか、この動きがとてもスムーズになったと思いませんか、さっきは。思いますね。で今度右を見てみましょう。戻して、右を見て戻して、左側どうでしょう。左側を向くときに体を動かす必要が出てきましたね。はい、休みましょう。でゆっくりと眼球をで円を描きましょう。逆方向に回してみましょう。十分でしょう。休みましょう。左右にゆっくり倒してみましょう。左右、右と左です。でこれをしながらまた目の動きに気づいてください。倒れる方向と同じ方向を見るか。左右ですよ。左右か。あ、それ何だ。それとも目は膝と逆の方向を向くか。両方やってみてください。はい、十分でしょう。休みましょう。